哲也です。今日はね、ポンペイオ、バイデンの対中政策を叱るというテーマでお話してみたいと思います。米国務省は7月1日、世界各国の人権状況、とりわけ人身売買に関する状況をまとめた年次報告書を発表しました。この年次報告書は、国務省が世界各国の大使館などからの報告に基づいて毎年作成しているものです。今回の報告書で評価上高いランクに位置づけられたのは28カ国地域となっており、そこには米国や韓国、台湾も含まれているんですね。日本に関しては国内外の業者が外国人技能実習制度を外国人労働者搾取のために悪用し続けていると問題視した上で、日本政府の取り組みについて最低限の基準を満たしていないと指摘し、4段階評価で上から2番目に据え置いたとのことなんですね。外国人技能実習制度の問題についてはかなり以前から指摘されてきたことですしね。いい加減日本政府にはね、徹底的に対応してもらいたいですよね。ところで最低ランクの国はどこかということなんですけど、予想通りね、北朝鮮やミャンマーなど計17カ国が名指しされました。で、中国はってことなんですけどね、もちろん前回同様最低ランクに据え置かれましたよ。今回の年次報告書では、新疆においては政府こそが人身売買の主体になっていると指摘され、過去4年間にわたりウイグル族などに対する大量拘束と政治強化キャンペーンが行われてきたことが強調されました。そして強制収容所でウイグル族などの民族性や宗教的アイデンティティを奪い去ろうとしており、強制労働はそのための中心的な手法になっているなどと厳しい非難の言葉が並びました。この年次報告書の発表を受けて、ブリンケン国務長官が演説を行ったということなんですね。その演説の中でブリンケン氏は、世界各国に強制労働で生産された製品をサプライチェーン、供給網から排除する措置を取るよう求めると主張し、中国政府を名指しして、金儲けのためにウイグル族などに恐怖を与えたり服従させようとしたりするべきではないと厳しく非難しました。このように見てくると、バイデン政権、特にブリンケン率いる米国務省は期待していた以上に頑張ってるじゃんと、意外とやるじゃんと思ったりするんですけどもね、実際のところどうなんでしょうか。バイデン政権は本当に心の底から厳しい対中姿勢を貫こうとしているのか、それとも米国民の世論や連邦議会における厳しい反中の声に押されて、一応表向きは合わせてるだけで、実際は裏でしっかり中国と手を握ろうとしているのか、未だに釈然としないものがありますね。特にバイデン大統領の次男のあずさ2号は、未だに CCP のお世話になっているというね、話があるじゃないですか。ブリンケン国務長官は政権交代直後、すなわち国務長官に就任する直前に、中国の新疆ウイグル地区ではジェノサイドが行われていると宣言した前任者のポンペイオ兄貴、つまり当時のポンペイオ国務長官の考えを支持すると明言しましたよね。その点は非常に良かったし、そうした路線は今のところ一応継続されているようにも見えますね。しかし未だバイデン政権の本音がどこにあるのか予断を許しませんね。この点、トランプ陣営はどう思ってるんでしょうかね。と、そんなことを思っていたら、なんとトランプ政権の対中政策の要だったポンペイオ前国務長官の口から、バイデン政権の対中姿勢に関して厳しい発言が飛び出していたことが判明したんですよ。僕はこの情報をこの記事で知ったので、今回はこの記事内容をベースにお話ししますね。先日ポンペイオ兄貴は
FOX ニュースのテレビ番組に出演しました。その番組の司会者から、ポンペイオ前国務長官、中国は我々を威嚇してますよね。このことは私はとても気にならないんですけども、あなたはどう考えますかと問われて次のように答えました。中国は米国の弱さを見透かしている。だからこのような行動に出るようになったんだ。ここ6ヶ月間、このような状況が続いている。バイデン政権は中国の侵略や脅威に対応する準備ができていないとね。ポンペオさんはトランプ政権が終了した後から中国は米国を舐めるというか侮るようになり、横暴さを増してきたと認識しているようですね。そして米国が舐められている、侮られている最大の理由について次のように付け加えました。バイデン政権は武漢のウイルスがどこから来たのかを知ろうともせず、中国共産党が香港や中国西部、つまり新疆ウイグル地区で行っている活動に対して何の罰則も与えていない。きちんと対応する準備ができていない。トランプ政権が明確に力強く毅然とした態度で対応したようにはね。実はこれが習近平政権を抑止するために必要なことなんだとね。バイデン大統領が新型コロナウイルスの起源について捜査機関に調査するよう指示し、90日以内にその調査結果を報告するよう命じたことは、事実ではあるんですけどもね、それが本気なのか、それともそうではなくてね、中国をある意味救うための単なる時間稼ぎに過ぎないのかということについては意見が分かれるところですよね。ポンペオさんはおそらくどちらかというとね、後者の立場に立っているのではないかと思うんですよね。その上でポンペオさんは次のように結論付けました。今日習近平発言の翻訳を読ませてもらった。彼、つまり習近平氏は真剣だ、自信があり攻撃的でもある。彼は米国が衰退していると思っている。彼が間違っていることを証明するためには米国の強いリーダーシップが必要なのだとね。僕自身今回のポンペイオ発言で最も印象に残ったのは、中国共産党が香港や中国西部で行っている活動に対して何の罰則も与えていないというフレーズなんですね。トランプ政権は中国の不法な活動について非難するたびに必ずと言っていいほど罰というか何らかの制裁を行ってきましたよね。つまり言葉だけではなくきちんと行動で示してきたんです。その点バイデン政権は言葉では厳しい非難をするんですけれども、具体的な制裁ということになるとトランプ政権の頃に比べたらやや及び腰といった印象を拭えませんね。おそらく気候変動問題などで中国の協力を得たいという思いもあるでしょうし、人権問題に関しては立場上厳しい非難はするけれども、経済的には長期的な視点に立ってウィンウィンの関係を築こうとしている節がなきにしもあらずですね。そのあたりをバイデン政権は中国側に見透かされているのではないでしょうか。これからバイデン大統領はもちろんブリンケン国務長官をはじめバイデン政権には今回のポンペオさんの苦言を真摯に受け止めて毅然たる態度で中国と向き合ってもらいたいと思うんですね。そしてもしそれができないということであれば、米国民には来年、つまり2022年の中間選挙においてしっかりと結論を出していただきたいと強く思っております。そして願わくば第二次トランプ政権が誕生した暁には、ポンペイオ兄貴にはもう一度国務長官の職に就いていただき、トランプ政権の対中政策の総仕上げを行っていただきたいものですね。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。Good luck。目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。